こんにちは。靴職人のケンです。革靴のケンです。今日ね、このナンバー3の出し縫いやっていきます。ジビエレザー、野生のイノシシの革で作ってる靴ですね。で、この前ナンバー4のコードバンの方の出し縫いをしたんですけど、こいつはちょっとね、やり方が違います。今こんな感じですね。コードバンはツヤツヤなんですけど、こっちは逆にマットな質感でかっこいいですね。で、中物を詰めてソール貼る前まで来てるんですけど、ソールはねハーフミッドソールやります。ダブルソールだと1枚2枚ソールを貼るんですけど、これはハーフミッド、ミッドソールが靴の半分の大きさしかないです。前部分のみダブルソールになるというね。有名どころだとエドワード・グリーンのドーバーがハーフミッドソールになってます。で、このハーフミッドソールこのまま貼るとここ段差になっちゃうので、この部分をねつながるように斜めにすきます。こんな感じで端っこをペラペラに薄くしました。この辺からなだらかにスロープになってます。これのり塗って水につけておいたので靴に貼ります。はみ出た部分を切り落とします。こんな感じですね。この辺までウェルトのみ、ここからウェルトとミッドソールの厚みになってます。じゃあここに本底を貼り付けます。本底を水に濡らして柔らかくしておいたので、これを貼ります。ソールの大きさをカットしました。この部分の皮が層になっているのが分かりますね。次はウィール回していきます。今回は8番ウィールですね。8番、一針の縫い目が約3ミリちょいぐらいですね。よいしょ。はい、じゃあ出し縫いやっていきます。ダブルの出し縫いはしんどそうで、ちょっとね気合が
心構えが必要ですね。ナンバー4はね、ウエスト部分ベベルドウエストにしたので、ウエスト部分の縫い目は結構粗いんですよ。なんですけど、このナンバー3はウエスト部分ベベルじゃなくて普通にオープンなので、他のところと同様に細かめで縫っていきます。フロント部分はダブルソールですね。ウェルトとミッドソールとアウトソールの3枚革を貫通してます。なので穴開けが結構硬いですね。はい、出し縫いできました。今回後で染めますけど、今一旦白い糸で縫ってるんで縫い目がよく見えます。ぐるっと360度全周縫ってます。こんな感じで8番なんで 3.2 ミリぐらいかな、一目 3.2 ミリぐらいでずっと縫ってあります。普段10番 2.5 ミリちょいぐらいで縫ってることが多いので、それよりも若干粗めカジュアルな感じですね。でこのソールの断面見ると、ウエストはシングルソールでここからダブルソールという感じで、全部ダブルソールでやるとここの辺も2枚になるんで結構ね武骨になってくるんですけど、このハーフミッドだとシングルとダブルの中間という感じで、この辺の安定変わるんですけど、土踏まずあたりが若干すっきりめということで、多分動画でやるのは初めてだと思いますけど、この靴の雰囲気に合ったやり方だと思います。スペードソールとかっていうことがあるんですけど、あれはどうやら誤用らしいですね。別にどっちでもいいんですけど、僕は一応ハーフミッドと呼んでます。そのスペードソールっていうのはヴィンテージとかであるこの踏まずのあたりが角張ってるイカみたいなソールのことを言うんですよね。それがなんかどっかで誤訳されたのか何なのか、一般的にスペードソールって言われることも多いですね。この接地面がダブルソールになるんで、シングルよりは歩いてる時のこの安定感っていうのは結構増すと思いますね。その分硬くなりますが、このウエストの部分がないだけで多分若干ですけどダブルソールよりは帰りはいいんじゃないかなという気はします。あんまり変わらないと思いますけどね。結局屈曲部がダブルになっているので、あんまりその帰りの良さってところはダブルとそんな変わらないかもしれないです。ハンドソーンはダブルソールでも結構帰りがいいので、これもそんなに硬くなく履けると思いますよ。ということで、3番4番出し縫い終わりました。出し縫いまで終わると一気にこう目処が立って一安心という感じですね。もう片っぽあるんですけどね、僕は頑張ります。ということで本日の科学の意見でした。ではまた。